今回の動画では近日中の開催が予定されているイベント、密林猛将の機雷で実装されるオペレーター、出発する。狙撃オペレーターアシッドドロップの紹介及び解説を行っていきます。コードネームはアシッドドロップ。このスケボーも登録済みの僕の装備だ。それじゃ何かあれば僕に任せて。アシッドドロップはクルビア出身のリーベリ人で、狙撃とスケボーを得意としていて、特にスケボーの技術力はかなり高く、地元の大会では優勝を総なめにしていました。そのため、スポーツブランドは一時は彼女をモデルとした製品も生産しようとしていたのだとか。総じて多くの方がイメージするであろうストリート系の趣味や行動をしており、やや問題となるような行動もするようですが、全体的にはとっつきやすく、正義感が強い性格ではあるようです。彼女が得意とするスケボーと射撃に関しては、スケボーはとある人物から教えてもらい、射撃に関しては地元の大分警察官に教えてもらったとのこと。その大分警察官はアシッドドロップのような子供に狙撃のやり方を教えるのは抵抗があったようですが、アシッドドロップの地元はクルビアから少し離れた発展途上の地域であり、大きな土地を有していたため、地元のチンピラやシラクーザから流れ込んできたマフィア、そして膨大な金銭を支配する大商人などが行き交うという治安が不安定な地域だったため、その大分警察官は自衛としてアシッドドロップに狙撃の方法を教えることにしたとのこと。ただ、その大分警察官も闇雲に教えたというわけではなく、アシッドドロップの根は真面目だということを見抜き、武器で事件を起こすことはないだろうと見込んだ上で、教えたとのこと。事実、アシッドドロップの資料には、その教えられた射撃の技術で、人を襲ったといった記載はないため、その大分警察官の見る目は正しかったと言えます。その大分警察官がなぜここまでアシッドドロップを気にかけていたのかというと、そもそもアシッドドロップと大分警察官の出会いは、アシッドドロップがひたすらに落書きをしており、落書きをしているアシッドドロップを捕まえて訓話を聞かせるというものでした。アシッドドロップは1回や2回の訓話では話を聞かなかったため、大分警察官が何度もアシッドドロップを捕まえているうちに、訓話は徐々に世間話になり、その過程で大分警察官はアシッドドロップの家庭は、家に親がほとんどおらず、常に一人ぼっちだということを知り、同情するようになったとのこと。その後のアシッドドロップは徐々に大分警察官とも打ち解けていき、その警察官の娘とも友人となり、その彼女からはスケボーを教えてもらったようです。それ以降のアシッドドロップの生活は満ち足りたものにはなっていたようですが、スケボーの腕前などから周囲から本人は知らずして嫉妬を買ってしまい、徐々に立場としては危うくはなっていました。そのような状態でアシッドドロップはチンピラたちの不法な原石の取引計画に遭遇。もともと正義感が強いアシッドドロップはスルーすることができず、その計画を壊した結果、チンピラたちはいじめと見せかけた報復をアシッドドロップに行い、その過程で原石の粉末をアシッドドロップに投げつけました。粉末を直に受けたアシッドドロップはそれによって感染者となってしまい、その後は感染者ということからロドスへと加入、オペレーターとなりました。ただ、本人自身は感染者になったということに対してはあまり気にしていないようで、それよりもスケボーに乗って旅ができなくなったということの方が残念だとのこと。良くも悪くも過去にも未来にもとらわれず今を生きている人物なのかもしれません。アシッドドロップのモチーフとなっている動物は、小心2のイラストに描かれている鳥を見る限りでは、日本でもおなじみの鳥であるツバメかと思われます。ツバメは一般的には夏の間だけ日本に飛来する夏鳥とされていますが、時折冬になっても日本から出ていこうとはせず、冬になっても日本に居座り続ける越冬ツバメがいるとのこと。ただ、なぜ同じツバメでも越冬するツバメと越冬しないツバメがいるのかは不明なようです。なお、日本ではツバメは法律によって飼育することは禁止されているので、保護目的での許可を得た以外で飼育はしないようにしましょう。あの老いぼれがボウガンを教えてくれた当初の目的は、ただ混乱した街で身を守るためだった。まさかこんな日が来るなんて想像もできなかった。そう、感染者の自由のために戦う日がね。
アシッドドロップはシュバルツやプロバンスと同じ単射程狙撃のオペレーターで、攻撃範囲と空中ユニット優先の特性を引き換えに高い攻撃力を有しています。HP や攻撃力などのステータスはおおむね平均的なものとなっており、シュバルツやプロバンスと比べると低くはなっていますが、レアリティ的には順当な数値となっています。そのため、ステータスに関してはおおむね軽量版単射程狙撃と言えるでしょう。素質、ボードスキルはアシッドドロップの攻撃力に比例した最低保証ダメージを相手の防御力がいくら高くても与えるというものとなっており、例を挙げるとレベル最大のアシッドドロップであれば、本来であればほとんどダメージを与えることができない遊撃隊盾兵に対しても、毎回326のダメージを与えることが可能となっています。そのため、敵の防御力が高ければ高いほど活躍するというオペレーターで、特に敵の防御力がインフレの一途をたどっているメインストーリーでは活躍することができるでしょう。一方で通常の狙撃のような使い方をすると、スキル倍率の影響で他の狙撃よりかは火力が劣るということになります。良くも悪くもダメージが一定の数値内から飛び出すこともないですし、落ちることもないため、どのステージでも安定した火力を出せることが最大の特徴となっています。そのため、総じて終盤向けのオペレーターと言えます。潜在強化による効果は、コストマイナス1、再配置時間マイナス4秒、攻撃力プラス10、再配置時間マイナス4秒、配置コストマイナス1となっています。星4のため、無理に狙わずともスカウトを回していれば、自然と貫突にはなるかと思いますが、アシッドドロップを運用するのであれば、最低でも潜在強化の4段階目となる攻撃力プラス30まで強化しておくといいでしょう。スキル1、フリースタイルショットはアシッドドロップの攻撃速度を上げるというスキル。最大まで特化することで攻撃速度の上昇値はプラス70となるため、攻撃速度は通常時の 1.7 倍の速さとなり、単体狙撃の攻撃速度よりも速い 0.93 秒に1回攻撃をすることが可能となります。アシッドドロップの元々の攻撃速度は狙撃としては決して速いものではないため、アシッドドロップの弱点を補うという点では相性の良いスキルと言えるでしょう。一方で攻撃力やダメージは上昇しないので爆発的な火力を生み出すことはありません。そのため、あくまでもボスクラスの敵に対してよりかは、雑魚やエリートクラスのような複数出てくる敵に有効打になると言えます。他の狙撃オペレーターとフリースタイルショットの火力を比較した表が上記の通りで、敵の防御力が0だった場合の火力は他のオペレーターと比べてもあまり高くはありません。むしろかなり低めと言えるでしょう。ここからさらにプロバンスやシュバルツはクリティカルの数値も加算されることになるため、実際の差はこれよりもさらに大きなものとなります。ですが、この大きな差は敵の防御力が上昇すればするほど縮まるものとなっており、敵の防御力がおおよそ2700程度だった場合には、シュバルツとアシッドドロップの火力はほぼ同等となります。ただ、現状最も高い防御力は、パトリオット進撃耐性の2100となっているため、現段階ではアシッドドロップがシュバルツの火力を上回るということはありません。そのため、オペレーターの性質とはやや矛盾することにはなりますが、このスキルを使用する際には、戦術したようにボスクラスの相手よりも、エリートや雑魚敵に対しての方が火力を発揮しやすくなっています。ただ、そうなると殲滅力に関しては、スキル発動中の単体狙撃の方が強力なため、中途半端な性能となってしまっている感は否めません。総じて利用できる場面がかなり限定的なものとなってしまっており、今後の敵の防御力次第では光る可能性があるスキルにはなっていますが、現状では他の狙撃スキルに埋もれてしまっていると言えます。また、特化をしても劇的に性能が変化するということはなく、むしろ必要とする素材と比べても上昇率はかなり抑えめとなってしまっているので、現状では特化する必要はありません。スキルレベルは7のままでいいかと思われます。スキル2、トリガータイムはアシッドドロップの攻撃力を上昇させ、さらに攻撃を2連撃にするというスキル。スキル1がアシッドドロップの弱点である攻撃速度の遅さを補うスキルに対して、スキル2はアシッドドロップの攻撃力と素質の効果をより強化するものとなっています。攻撃力は最大で1141にまで到達し、それが2回となるため、
雑魚敵程度であればほぼ一撃で倒すことが可能となり、極端に硬い敵に対しても上昇した攻撃力から計算された最低保証ダメージが2回行われるため、一定のダメージを叩き出すことが可能となっています。一方で攻撃速度は上昇しないため、スキル1と比べると、猟犬のような移動速度の速い敵や空中ユニットは逃してしまうことが多くなってしまいます。この点に関してはある意味で、単射程狙撃の特徴をきちんと反映したものと言えるでしょう。スキル2と他のスキルを比較した表は上記の通りとなっており、火力と DPS という点ではアシッドドロップのスキル1を大きく上回ったものとなっています。ただ、それでもシュバルツやグレースローとエクシアと比べると、シュバルツには一発あたりのスキル火力と総ダメージが、エクシアとグレースロートには DPS と総ダメージという点で劣っています。上記の表の数値は敵の防御力が0の場合で換算しています。ゲーム内で言うとメインストーリーのほぼ序盤においての数値と近しいものとなっており、つまり序盤においてはアシッドドロップは他の狙撃オペレーターと比べるとかなり火力が低いオペレーターと言えるでしょう。では日本版における最新章であるメインストーリー7章で登場する敵遊撃隊盾兵の防御力である1300で換算した場合はどうなるのか。その数値が上記の表となります。エクシアやグレースロートのような手数で攻める単体狙撃は一発ごとに攻撃力引く敵の防御力の計算が行われるため、ほとんどダメージが入ることはありません。基本的には最低保証ダメージである攻撃力の 5% のダメージのみとなっています。シュバルツに関してはそもそも火力が他狙撃と比べて頭一つ抜けているため、遊撃隊盾兵であってもスキル発動中であればダメージが通るという凄まじい火力となっていますが、通常攻撃時は最低保証ダメージである29しか与えることはできません。一方でアシッドドロップはスキル発動中の火力はさすがにシュバルツにはかないませんが、それでも DPS という面で見れば30程度しか差がないという肉薄っぷりで、なおかつ通常攻撃時も安定してダメージを叩き出すことが可能となっています。レアリティの差から考えてもこの数値差は星4としてはかなり検討しているといえ、高い防御力と術耐性を兼ね備えた敵が頻繁に出現するステージでは運用を一行してもいいのではないでしょうか。シュバルツとの併用も十分考えられるかと思います。以上のことからアシッドドロップを運用するのであれば基本的にはこのスキル2を使うことが推奨され、特化の優先度としてもこちらのスキルから優先して特化することをお勧めします。ただ一つ注意点としてスキル2もスキル1と同じく特化に消費する素材とスキルが強化される数値の効率はあまり良くはありません。ですのでアシッドドロップは総じて特化の優先度としては低めとなっており、特化するのは他の特化優先度が高いオペレーターの特化が終わってからでいいでしょう。なお特化をするのであればスキルレベルは特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。アシッドドロップの基地スキルは執務室に関するものと宿舎に関するものとなっており、執務室の基地スキルの効果は事務連絡速度をプラス 40% するもので、宿舎の基地スキルの効果は同じ宿舎に配置されているオペレーターの体力回復速度をプラス 0.35、さらに自身の体力回復速度もプラス 0.35 するものとなっています。事務連絡速度プラス 40% は現状他にもイーサン、宴、ナイトメア、オーキッドがおり、さらにプラス 45% にエイヤフィアトラ、プロバンスがいるため、これらのオペレーターがいるのであれば、アシッドドロップを基地スキル目的で使用することはあまりないでしょう。ただし、アシッドドロップは同時に宿舎スキルも覚えているため、執務室で使用した後に、宿舎に配置することで自身とオペレーター1人の体力回復速度を強化できるため無駄にはなりません。ですので、基地スキル目的での育成の優先度としてはあまり高くはありませんが、昇進後はオーキッドなどの代わりに執務室に配置するのもいいでしょう。それでは実際にアシッドドロップを使用していきます。今回使用したステージは S7 の1。アシッドドロップのステータスは昇進2のレベル30、スキル2のスキルレベルは7となります。今回は主に遊撃隊盾兵に対して使用してみました。害虫が
クワクするな。アシッドドロップの攻撃力では、本来であればほとんどダメージを与えることはできないのですが、素質の効果によって毎回186のダメージを与えています。数値としては微々たるものではありますが、盾兵に対しては本来ならば複数のオペレーターで対処することになるため、劇的に殲滅速度が早まるということはありませんが、ある程度の殲滅速度の短縮は見込めるようになっています。貴様の生死は私が決める。で、どうやスキル発動後はこのように攻撃力が増加し2連撃となるため、毎回500弱のダメージを与えることが可能となります。アシッドドロップを最大まで強化することで、総ダメージは盾兵相手でも14000程度出すことが可能となり、HP の9割を削ることが可能となります。了解した。苦しみを忘れたことはあります。私の武器は誰にでもただ、このように敵がいくつも出現する場面では、攻撃速度の遅さが災いし、対処しきることはできませんし、防御力が高い敵を優先して攻撃してくれるということもありません。ですので、アシッドドロップの性能を最大限にまで引き出すには、防御力の高い敵がアシッドドロップの前方で止まりやすいような環境を作ってやる必要があります。心配しないで。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。心配しないで。ここだよ。戦場に出たからには死ぬ覚悟を決めろ。苦しみを忘れたことはありません。もろい。アシッドドロップは最低保証ダメージを底上げするという形で、防御力の高い敵に対抗するという新しい高火力狙撃の形を作ったオペレーターです。ただ、現状では高火力狙撃にはシュバルツという絶対的な地位を築いているオペレーターがいますし、アシッドドロップがシュバルツと同等クラスの火力が出せるレベルの敵はかなり限られてしまっています。ですので現状では相対的に見て不遇な状況となってしまっています。ただ、アシッドドロップが輝くということは、逆に他の狙撃や術師では一切対処ができないということにもなるので、難しい部分ではありますが、総合的に見て現状ではアシッドドロップは優先的に育成をする必要はなく、余裕がある時に育成すれば良いというレベルには止まっているので、ローグライクが発表され、育成が詰まっているという方は後回しにしましょう。以上でアシッドドロップの紹介及び解説を終わります。この動画が良ければチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。